皆さんこんにちは。ナイスバイトです。前回のセルテート紹介動画見ていただけましたでしょうか。そこで、新企画の発表をさせていただきました。はい、綱取り物語ということで、北海道のねクロマグロを狙ってこれから、タックルを紹介していったり、あとクロマグロを釣り上げるための必要な知識とかを僕が学んでいったものを皆さんに情報提供して一緒に学んでいってもらって、でタックルも揃えてもらって、夢としてはね一緒に乗船して、で綱を取りましょうよということで、綱取り物語新企画で、打ち上げさせていただきました。で今回は、タックル紹介編ということで、まずね僕がどんなタックルを揃えていくのかっていうタックルの考えですね。今回はそこに焦点を絞って話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。でまずクロマグロを釣るためのタックルの考えなんですけど、一番基本的なタックルの選び方の考えっていうのが、クロマグロゲームにはあるようで、タックルの選び方っていうのがPE ですね。はい、ラインが何号何メーター負けるのかと。で基本としては、300m 何号を 300m 負けるのかっていうので、何号タックルっていう風に揃えていくのが基本の考えのようです。はい、で北海道のマグロの釣れる海域っていうのは、積丹方面ですね。あと道南の、津軽海峡ですね。海峡方面っていう2カ所に分けられてまして、で遊漁船に乗ってクロマグロ狙っていくわけですけど、その中でまずねオフショアのキャスティングですね。キャスティングのクロマグロゲームでの考えなんですけど、積丹では基本的には、6号タックルからスタートと呼ばれてます。はい、PE6 号 300m 負けるタックルですね。でだいたいアベレージは30から50とか、もっとちっちゃいのもいるらしいんですけど、でかくても50ぐらいがいいとこなんじゃないかっていうのが積丹らしいです。はい、で津軽海峡の方に行くともうモンスターたちがうるうると潜んでると、200、300っていうのもナブラでは見かけますよっていうところなんですけど、海峡の方に行くと最低でも P8 号のタックルは欲しいところだという話を聞きます。で遊漁船によってはライトなタックルだと同乗の人たちにも迷惑がかけますので、だから最低8号以上のタックルを持ってないと遊漁船乗れませんよっていうところもあるそうです。はい、ということでまずねタックルは何号タックルっていう風に分けられていると。6号タックル、8号タックル、10号タックル、12号タックルとっていうところで、まずディールについて話していきます。大体、クロマグロゲームのスタート地点は、14000番手ですね。14000番手から、ステラの SW は3万番手まであるんですけど、14000番手っていうのは、PE6 号が 300m 負けるタックルになってます。でその上が18000番手、これが PE8 号が 300m 負ける番手になってます。で、2万番手とかになってきますと、さらに PE10 号がと。で、3万番手になったら確か PE12 号が 300m 以上負けるのかなっていう風にどんどん大きくなってくるわけですけど、本気で、津軽海峡でマグロを狙ってる人っていうのはもう6号タックルから12号タックルまで2号刻みで4セット揃えてるっていう人もいるらしいです。ただそれだけで計算すると大体60万以上かかってくるんで、現実的じゃないのかなとは思います。で、ナイスバイト、私はですね、その津軽海峡で8号タックル以下は船に乗れない可能性があるっていうのを聞きましたんで、8号タックルをまず最低限で揃えていこうっていうことで、
今回ね、まずリードはセルテートを買いました。で、ここもね、なんでセルテートにしたのかっていうところも合わせて話していくんですけど、もちろんクロマグロタックルとしてリードに関してはツインパワー SW と、セルテート SW で、その上に、ソルティガと、ステラ SW ですねがあるのかなと思ってます。でね、ツインパワーも本当悩みました。はい、知り合いの人とはツインパワー SW 買って、で1万番手を買って、でスプールを1万4000を買うと。そうすれば1万番手でブリジギングに使えるし、1万4000番手でクロマグロのキャスティングいけるよねっていう話で、最初その話いいねっていう風にはやってたんですけど、ただですね、その後で聞いたんですよね。海峡は8号タックル以下乗れない船があると。でね、長いことこれからやっていくってなると、海峡に乗るチャンスもあるのかなと思いまして、ってなると6号タックル8号タックルとかそういう風にね何台も揃えるのはちょっと厳しいんで、ってなるとやっぱりもう8号タックル買うしかないなと思いました。でここでもうツインパワーとセルテートの分かれ道ができたんですけど、ツインパワーって1万4000番手までしか現状は出てないんですよね。でセルテートは1万8000番手を出したんですよ。つまりソルティガステラっていうね10万円台のリール以下で、揃えるってなると、セルテートが唯一の選択肢になったわけです。1万8000番手のセルテートが、7万5000円なんで、初期投資少なくして揃えるのであればっていうところで、今回セルテートの1万8000円選びました。はい、いろいろなね、性能云々っていうのはあるんですけど、今回はもうその点でね、セルテート選ばせてもらいました。はい。で、あとはね、これでマグロが果たして釣れるのかってところではあるんですけど、ひとまずこの8号を負けて一番安いリールってなると、大はシマノに限った話ですけど、セルテート SW なのかなと。で、ね、実はテイルウォークっていうところから黒潮っていう、リールも出てるんですよね。それが確か2、3万円ぐらいで、安価な品ではあるんですけど、実際それでキャッチしてるっていう話も聞くんですけど、やっぱりね、防水性などとかパワーとかそういったところはもしかしたら重量もそうだと思うんですけど、バランス的にはやっぱり安いだけの理由はあるはずなんで、ってなると、僕は最低限でセルテートの SW の1万8000でいいのかなと思って買ってます。はい。そういうところでタックル選定としてまず基準はリールになってきますね。P 何号で勝負するのか。で、例えばシャコタン方面でしか勝負しないよっていうのであれば、もう今後ね、釣れるクロマグロのアベレージが上がってきたらまた話は別なんですけど、現状であれば、6号タックルまであれば十分なんで、1万4000番手のリール買えばいいのかなと思います。で、海峡まで視野に入れて、やっぱりね、先を見て揃えていきたいし、金銭的余裕もないからっていう人は、やっぱりこのセルテートの1万8000番手、もしくはステラとソルティガの、1万8000以上の大型サイズ買うのもありですし、あと、そうですね、その前の型ですね、はい、中古で、ステラとソルティガの、前の型を買うっていうのも一つの手かもしれない。ただ、オフショアキャスティングでクロマグロに使われるような規格なんで、中古品っていうと全く使ってないパターンか、あとはもうゴリゴリに使ってるパターンどっちかじゃないかなと思うんで、そうなるとやっぱりでどんどんね、ツインパワーもそうなんですけどセルテートもね性能がもう上がりすぎてて、多分その中古で売ってる前の機種ですねと大差がないような性能になってると思うんですよね、実際見てる中では。ツインパワーだとインフィニティドライブがとかヒートシンクドラグノブがっていうところで、セルテートに関してもモノコックボディっていうのを持ってますし、これの点でもうね、前回のソルティガとは変わってきてるわけですよね。で ATD の方もソルティガ確かね10倍に進化してますよって言ってるんで、セルテートも同じようにね、同じ
ワッシャーの数違うけど ATD のドラグで進化してますよってところもあるんで、ってなると正直前回のソルティガを買うよりは新品のセルテートを買った方がいいのかなっていうふうに私は思います。はい。でリールね、今回は8号のタックルを僕は揃えるって決めてリール買いました。でラインもね、これねラインの話もここでするのかどうかってことなんですけど、このねオシアのシマノが出したやつですね、オシアの EX8 っていうやつが非常にねコストパフォーマンスに優れてるっていうことで、その上にオッズポートっていうのね、YGK さん出してるオッズポートって最強のラインとかもあるんですけど、1万5000円ぐらいかかるのかな、 300m それってなったら。でこれね今回 PayPay で安くは買ったんですけど、これで7000円8000円ぐらいで買えたんで、ひとまずこれでいこうかなと。でバリバスのオーシャンレコードですね、これがショックリーダーね、はい、140かあと180とかだったかな。8号に対してはだいたいこれぐらいのポンドを使うっていう風になってるらしいんですけど、ラインはこんな感じで。で、P85 タックルってことで、ロットの方も、僕は、P85 に対応したロットっていうのを買いました。で、ロットの番手もやっぱりその P 何号のキャパと、あと、ルアーですね。ルアーの重さがマックス何本投げれるのかっていうところで、これも後で紹介するんですけど、僕はシマノの、オシアプラッカービッグゲーム、フレックスエナジーの S83H っていうのを買いましたね。はい。これが P85 タックルで、ルアーの重さは180まで投げれるんだったかな。ですね。はい。とてもバランスに優れたロットだっていうことで、粘りもあるし、で曲げて取るっていうところなんで、僕自身が割と身長が160代と華奢なんで、そういうところでゴリゴリのパワーファイトはあまりできないんで、そういうところをロットの力でうまく解決できたらなと思って揃えてます。はい。っていうところで、まずですね、はい、タックルどういう風に揃えていったらいいのかっていうと、まず、PE ですね。どの海域で釣るのかっていうところをまず念頭に置いて、でその後何号タックル、PE 何号のタックルで揃えていくのかっていうのをまず念頭に置いてもらって、ロットの選定をしていってもらえたらと思います。はい。ではね、今回は、タックル選定についてっていうところで、紹介させていただきました。でまずね、セルテートの SW に関してはリール紹介ということでもう動画上げさせていただいてるんですけど、次の動画ではそうですね、ロットの方を紹介していけたらなと思います。はい。綱取り物語、はい。クロマグロをね取るところまで動画を上げ続けると思うんですけど、今後も気になる方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録と通知と、あといいなと思ったら高評価の方もね、よろしくお願いします。で、あと Twitter とかね、インスタの方でもメッセージとかコメントで絡んでいただければ、楽しいのかなと思います。はい。正直船乗るようになってどんどん釣り友達増えて、はい。で、ご飯行こうよとか、コロナがあるんであれなんですけど、ワイワイやってます。で、情報交換してってます。やっぱりね、経験者の人に聞くのが一番なんで、はい。で、僕が得た情報っていうのも実際にクロマグロ釣ってる人から、もうね、こういう本も使うんですけど、クロマグロ釣ってる人たちから、こうしたらいいよ、ああしたらいいよっていう風にね、聞いて、ね、本当の情報を伝えていきたいと思ってます。ね、教科書に書いてあるような情報じゃなく、生の情報を伝えていけたらなと思うんで、今後ともね、ご視聴と応援の方、よろしくお願いします。ありがとうございました。